危機的状況をプラスに変える動画版日本語で USA。 アメリカ不動産を3人のリアルターがオハイオ、カリフォルニア、ハワイから読み解きます。こんにちは。こんにちは。こんにちは。今日は、質問いただいてます。子供たちが成人したらダウンサイズングした方がいい。はい。アメリカでは必ずしも一家族意見ではないので、よく、引っ越しをします。7年から9年に1回って言われてたっけ？引っ越しをすると言われているんですけど、この方も、子供さんがもう巣立ってしまったので、ダウンサイジングを考えようかっていうところみたいなんですけど、オハイオの場合は、子育てをする地域って学校税が固定資産税で出てたりとかするので、固定資産税ものすごく高いので、子どもたちが来年シニアになるよっていう家庭はそろそろ売ろうかなって考えるんですね。そんな意味で固定資産税を下げるという意味で、オハイオの、コロンバスの中でも別のところに移動するっていう人たちもいるし、反対に今度売ってそのお金でフロリダとか暖かいところに移住するっていう人たちもいます。またフロリダとかカロライナとか人気があるので、固定資産税がオハイオよりやっぱりずっと安いので、そういう意味でも、老後ね決まったインカムになった時にその固定資産税ってかなり響いてくるので、そういうところでダウンサイディングする人がアメリカ人に多いと思います。あとはやっぱり年取ってまで家のメンテナンスに毎日の時間を取られたくない、庭の芝刈りであったりとか、家だっていろんな補修工事とか自分でやらなかったとしてもその修理の人もあったりとかして時間がかかりますよね。あとはお子さんが、巣立った後、就職した後、今度お孫さんが生まれたりとかするのが必ずしもオハイオじゃなかった時に近くに行って子供が孫たちが大きくなるのを間近で見たいとか手伝ってあげたいっていう方もいらっしゃるかなと思います。あとはさっき言ったその家をね売って、大きい子供を育てた家を売ってダウンサイジングするときにその売却益で少し老後の足しにしたり、もしくは反対にそれを売らないで賃貸にして、そこからの賃貸収入を副収入として老後にやってたりとかすることがあるかな。でみんなよく勘違いしてるのが、思ったほど子供たちって自分が暮らしてきた家欲しいと思ってないです。は欲しいかもしれないけど、そこに戻ろうっていう意思はあんまりないよね。ないよね。そうもらってそれを売っちゃいますみたいな人たちが結構多い。で割と親の方は勘違いして子供たちのためにその子たちが育った家をなんか取っといてあげなきゃなんないみたいな勘違いをしてますけど、そんなこと全然ないので子供に聞いてみるといいと思います。そうだね。そう今あきこさんが言ってくださったみたいなダウンサイズっていうのの意味っていうのは、やっぱりその毎月の経費が下がったりとか住居面積が狭くなって手入れが楽になるっていうのが一番大きなベネフィットだって私も思います。で大学を出て仕事を始めて 2,3 年してその収入が安定してクレジットスコアがしっかりしてくると、だいたいこっち残って小さなアパート、自分が買うことができる範囲の価格の小さなアパートの一部屋とかを購入してローンして購入して、でそれでまた収入が上がってきたら、または、恋人ができて一緒に住むようになったりとか結婚したりとかそういう人ができた時を機会にまたそのアップグレードをしたり買い替えをしたりとかってして、でその子供ができたとかで親が年老いて面倒見なきゃいけないとかで、そういうのを理由にまたさらに大きな家に帰っていく。でその後子供たちが旅立ってで夫婦2人になっちゃったとか1人になっちゃったとかっていうことでまたダウンサイズしていくっていう流れが一般的だと思うんですね。で私の経験談ですけど、子供を子育て中っていうのは庭で思いっきり遊ばせてあげたかったんです。なので戸建てに住んでましたけれども、その戸建てをまたもっと大きな戸建てに変えました。
で、子供がそのうちアメリカ本土に大学も2人いるんですけど、行ったので、その家にいなくなった。で、最終的にはそのうちに帰ってくることをしないで、本土で就職をしました。なので、自分自身その便利がいいコンドミニアムにもその家にしがみついてることないなっていうことで、便利のいいコンドミニアムに買い替えをしました。ちなみに今いるのコンドミニアムで5軒目なんですけど、5軒目ってハワイに30年前に来て、で、移りしながら、今5軒目なんです。で、ダウンサイズした方がいいですかっていうその質問の裏にいろんな意味はあると思うんですけど、私の答えはそれはあなた次第ですって答えたいと思います。で、例えばね、その資金があって広いスペース、今までの生活を自分が変えたくないなって思う方であれば、あえて環境を変える必要ないと思うし、またコンドミニアムでその私がコンドミニアムした理由っていうのは、戸締まりとかゴミ捨てとか買い物も近くでしたいとかっていう、その気軽な暮らしっていうのを目標にしてたんで、コンドミニアムへの買い替えをしたんですけど、でただ子供たちがね、いつでもそのハワイに帰ってきてホテル取んなさいっていうのを言いたくなかったんで、子供たち用の部屋っていうのをちゃんと用意してます。いませんけど用意してます。でつまりヤードマンとかプールマンとかの会話とか、そういう人たちを管理するとか、人間一人管理するのすごい大変じゃないですか。なのでそのゴミを何曜日に出すとかっていうのも戸建てだとハワイ考えなきゃいけないんですね。火曜日に普通の一般ゴミで、木曜日が庭から出た緑のゴミでとかって、そういう決まりがいろいろあるので、そういうものからすごく解放されたかったんですよ。で、なのでそのダウンサイズ随分楽。今は本当にドア開けたらそこにトラッシュシュートがあって、もう出たゴミそのままポンポン捨てられるので非常に楽です。で、そういう意味でね、ダウンサイズでもアップグレードでも、今のあなたは何を求めてるんですかっていう、そういうことだと思ってます。そうだね。私もうちはちょっと子供がいないんですけど、私も今家をリモデルしてね、やっと実は昨日の夜から入ったんですよ。おめでとう。それも本当マミさんと一緒で、うち子供いないけど、こっち来て結婚した時はアパートに住んで、アパートから今度、家を買う時にコンドミニアムにしようか一戸建てにしようかすごい悩んで、でも、まだ自分たち40代だったから、その時は一軒家に住む生活を一回してみようと思ってね、ヤードもあって、でそれで入ったんですよ。でもすごいちっちゃい家で、そこをまた買い替えようかどうしようかっていう悩んだ結果、そこの立地がとっても便利で住宅街でいいとこだって気に入ってたんで、じゃあそこを拡張して、お金はかかったんですけども、将来のインベストメントだっていう意味もあって、もうちょっと拡張していい大きめの家に住みたいなっていうことでリモデルしたっていう。で今度おそらく60代の後半ぐらいになったら、多分絶対にコンドミニアムに変わると思う。もう庭は旦那さんがやってるから私はやってないんだけど、メンテナンスとか結構かかるし、その分全くもってプライバシーがね高い家っていうので、それを十分エンジョイしたら、今度ダウンサイジングかどうか今度に変わろうかなと思います。であとね、私のカリフォルニアでよくお手伝いしているお客さんのタイプでいうと、このご質問いただいた方は子どもさんが手が離れたからっていうことなんで、おそらくまだミドルエイジの方だと思うんですね。でもカリフォルニアの場合は本当に気候がよくって、例えば雪かきするみたいな、ニューヨークから暖かいところに引っ越しますみたいな必要性がなくって、ここにいようと思えばいつまでもいたいなっていう、もう快適なエリアなんで、長く住んでる人が多いんですよね。だから仕事でこっちに例えば30代40代で来た方がリタイアを60代で迎えて、そのままもう快適だから、ここに、リタイア生活をして住まれている方がすごく多くて、ところがですね、ここ2年3年、直近の1年ぐらいの間にもうシンドロームかなっていうぐらい起こってる現象が、リタイアして日本に帰ろうっていう決断をする人がすごく増えてきたんですね。で、その理由はリタイアは普通60代でする人多いと思うんですけども、資金に余裕があって、車の運転も問題なくロサンゼルスでもブンブン運転して過ごせる人はいいんですけど、だんだんですね70代の声を聞いてきた時に、この車の運転っていつまでできるのかなとか、やっぱりロサンゼルスの中でも山の、
結構高級住宅地とかに住んでて山をバーッと降りて下に買い物に行かないといけない人なんかは、もちろん下のエリアの今度にダウンサイジングして便利なところに住むっていう方法もあるけど、それをもうちょっと先に考えた時に病院の医療費のこと、あるいは医療費にもさらに輪をかけて高いのがナーシングケアとかですね、アシステッドリビングホーム、このお金なんですよね。日本は結構介護保険がとても充実しているので、おそらく想像を絶するこっちは金額なんですよね。いいとこに住もうと思ったら。なのでそこを考えた時に、じゃあやっぱり日本の方に長らくいないってことは日本も恋しくなってきてて、あっちこっち元気なうちに行きたいわっていう風に動けなくなってからじゃ本当に移動もできないじゃあ今のうちに行こうっていうことで、大体ですね、適齢期今ロサンゼルスで日本に帰られる方の適齢期っていうか年齢は70歳から行っても70代前半ぐらいで帰られる方すごい多いんですよ。でも例えば、旦那さんがアメリカ人とかでこっちにいる間全く問題なかったのにご主人が先に亡くなったりされて未亡人になるとですね、やっぱりどうしようってことでもうちょっと早く60代で帰るって決断する人も割といらっしゃって、本当そういう方々がねとても多くてですね、あとね、老人ホーム、私もちょっと調査したことがあって、食べ物、やっぱり私たちこっちにすごく長かったとしても基本日本人でしょ。だからやっぱりそのお味噌汁とかご飯とかあるよね。で老人ホームの食事を試しに食べさせてもらったんだけど、やっぱりアメリカ食うちの義理の母も入ってるんですけども、もう普通に朝はパンケーキとなんかコーヒーみたいな。時はね、週末だけいいけど毎日だとちょっと辛いしディナーももう洋食ばっかりだから、もう本当お食事は大きいよね。健康の時はそういう食事でもいいのかもしれないけど、ちょっとなんか自分が弱ってるなっていう時にやっぱりピザ食べたくないしねっていう感じなんか自分がお買い物に行ける間はね、こっちもすごいスーパーがいっぱいあって、車でお買い物に行って自分のものを作るから、ほとんどの人はほとんどっていうかやっぱり日本食を織り交ぜて食べてらっしゃるから、人に作ってもらうときにそのお食事っていうのは大きいよね。こっち大きいと思う。私ね、あと言葉オハイオでこっちに骨をうずめようとしてる人に、愛子さん日本語が喋れる介護施設のある老人ホーム作ってねって言われてる。本当ね、カリフォルニアとかハワイとかにありそうな感じがしたんだけど、そんなことないんだね。いや日本語を話すところはあるけれどもそこでみんな日本人が入ってますかっていうとそうじゃなくて、お料理を作る人は例えばフィリピンの人にお味噌汁の作り方を教えて、でお味噌汁が作れるようにしてたりとか、そういうところはあるけど、でもほら日本人のとこですよって言えないでしょ、やっぱりアメリカって。発信があるからね。だからちょっとそれは難しいかなっていう感じがしてる。こっちも結構何社かあるけどね、すごい少ないんですよ。結構大きいところがあったんですけどね、ちょっと今3年ほど前に違う会社アメリカ系っていうか別の国の方々が買収したんで、完全に日系じゃなくなったんですね。敬老っていうところがあったんですけどね。結構それがなくなったっていうのもちょっと一つインパクトとしてあったかもしれない。シンドロームね。本当に。だから私もちょっと今日本の人とねそういうの作ろうかっていう実はいいんじゃない改めててやれたらいいなと思ってるんですよ。ぜひやりましょう。そうかと思うとご主人がちょっと病気がちになって日本に帰ったご夫妻が、ご主人が結局最後亡くなってしまって、で奥さんだけ日本からまたハワイに、やっぱりハワイがいいわって帰ってきた方もいます。でもね、ニューヨークの人も言ってた、やっぱり日本に帰ったんだはいいんだけど合わなかったわって言って帰ってきた。今更どっちにトランジションするのも、日本行くとちょっと試しに住むっていうのもいいかもしれないしそうね、お試しではい、
ご質問いただきました。子供が成長したらダウンサイジングした方がいいでしょうか？参考になりましたでしょうか？最後、老人の話まで行きましたけど。皆さんの質問待ってます。ありがとうございました。ありがとうございました。YouTube でもアップしますんで、またよろしく。